こんにちは、ずんだもんです。簡易編の2つ目はノートです。インストーラーイメージを使って簡単にしちゃいます。Windows で一発でいきます。今回も面倒なのは嫌なので、これは全部フィクションです。こんにちは、ずんだもんです。前回説明しましたが、この簡単編では細かい設定はさておいて、一番簡単に動かしてみようというお話です。調整しながら設定を直して動かす場合はその0から見るといいと思います。では始めます。前回と同じようにまずフリーダウンロードマネージャーをインストールしましょう。これがないとダウンロード時間がとっても長くなるので、ぜひ使いましょう。さて、ここからは簡単にいけます。実際にオラリラ .com からインストーラーの内容をいきなりダウンロードしちゃいます。このようにブラウザからダウンロード先の URL をコピーしてフリーダウンロードマネージャーでダウンロードします。こうすることでダウンロード時間は短くなりますが、大きさが10ギガくらいあるのでゆっくり待ちましょう。次にこのファイルを USB メモリに書き込むためのバレナエッチャーというアプリをインストールしましょう。ではまず USB メモリインストーラーに必要なカタリナ本体部分を書き込みましょう。このように 32GB 程度の USB メモリを挿しましょう。さっきインストールしたバレナエッチャーで書き込みます。USB メモリの性能によって書き込みの時間がだいぶ違うので、新しいものを使うことをおすすめしちゃいます。次はノート用のブートローダーをダウンロードします。ダウンロードしてデスクトップに置いて解凍しておきましょう。次はダウンロードしたブートローダーを USB メモリの EFI という領域に書き込みます。この領域は普通は見えないものなので、少し見慣れない方法でコピーをしていますが、一番大切なのは DISKPART コマンドでリストディクスやリストパーティションで容量を確認してセレクトで選択しているところです。ここでは 64GB の USB メモリを使ったのでディスク8を選び、ブートローダの入る場所は 200MB なのでパーティション1を選びます。
ディスクの並び方は別の場合もあるので確認しつつ操作しちゃいましょう。解説すると、このコマンドでドライブレター R にこの領域をつなげています。そうしたらドライブ R に EFI をコピーします。元あった EFI は名前を変えて対応しています。まずはオラリラの EFI を入れて試しちゃいましょう。存在するフォルダやファイルは途中まで文字を打ち込んでタブキーを押すと保管してくれます。便利な機能なので使っちゃいましょう。書き込み終わったらドライブレターからパーティションを切り離しましょう。パーティションを直接設定しますので慎重に確かめながら進めていきましょう。これでスカイレイクのノートパソコン用の一般的なインストーラーができました。早速ノートパソコンに挿して USB から起動させちゃいます。はじめはこの項目から選んで始めます。せっかく頑張ったのですがこのバーサプロでは無理だったようです。そこで妖精の中田さんが頑張って直してくれました。ずんだもんのページにあるのでこのようにダウンロードしてください。同じように
ードしたらデスクトップに置いて解凍しておきましょう。同じようにブートローダーを入れ替えます。ここでもディスクパーティションコマンドを使うので慎重にやっちゃいましょう。さっきとディスクの並びが変わってるので7番になっています。このように変わることもありますのできちんと確認しましょう。同じようにドライブレターを割り当てて中を操作します。元あった EFI フォルダを消してコピーし直しちゃいます。ここでも途中の文字まで打ってタブキーを押す保管操作を使うと便利です。コピーできたので今度は切り離しです。今度はドライブレター R につながっているボリュームを探して切り離します。このようにパーティションでなくボリュームで操作もできます。もう一度ノートパソコンに挿してトライします。最初にメニューでこのアイテムを選びましょう。ここにたどり着くことができました。 USB、HDD を APFS で消去して早速インストールしましょう。何度か再起動することがありますが USB からの起動を選び HDD マークのインストーラーを選択しましょう。最後にインストーラーの項目がなくなったら HDD につけた名前の項目を選びます。すべてのインストールが終わるとこれらの画面が出てきますので好
キップできるところはスキップして設定していきます。ログインして最小限の設定を整えちゃいましょう。まずオープンコアコンフィギュレーターをダウンロードしましょう。アプリケーションフォルダに入れて動くことを確認しましょう。オープンコアブートローダーを USB メモリからコピーしてシリアルナンバーなどの最低限の部分を直しちゃいましょう。このようにブートローダーをコピーしちゃいます。コンフィギュレーターで設定をしていきます。起動メニューは USB からのみの起動項目でいいので直します。次はこのようにシリアル番号などを新しく振り出し直します。セーブして終わりです。再起動して USB HDD から起動すると次のように USB のみの項目が現れるようになります。これで一通りの設定は終わりです。お疲れ様でした。さておまけです。妖精の中田さんはバーサプロ用のブートローダーに Bluetooth と Wi-Fi の機能を付け加えています。そのためヘリポートというアプリを入れれば動くはずですので入れてみちゃいましょう。
ヘリポートを動かすと Wi-Fi が見えています。家の Wi-Fi のパスワードを入れたらきちんとつながりました。Bluetooth もこの通りちゃんとしています。最後にヘリポートをログイン時に動くように設定します。これでバーサプロは Wi-Fi がうまく使えます。長い時間見てくれてありがとうございました。